こんばんは、不動産マフです。今日はですね、ソフトバンクグループの決算解説っていうことで、もう1.3兆円ものですね、史上最悪の赤字を叩き出してしまいました。で今日はですね、投資家の自分が、ソフトバンクのね、決算書を詳しくわかりやすく解説していきたいと思います。どういったところで注目なのか、本当にやばいのかどうか、破産しそうなのか、解説していきたいと思います。で、まず今日の内容なんですけども、注目のですね、ポイント、決算前、どういう風にですね、ソフトバンクになっているのか、または実際にですね、決算の発表を、補足を入れながらですね、解説します。でソフトバンクは今後どうなるのかっていうことについても解説していきます。ちょっとね、ボリュームいっぱいあるんですけども、非常にわかりやすくまとめているので、経済とかね、株とか興味ある人はぜひですね、最後まで、しっかり見てみてください。で、まずね、ソフトバンクの、経緯、結構ね、複雑なので、どういった会社なのか解説事前にしておきます。で、ソフトバンクグループってですね、むちゃくちゃ大きなグループになってます。で、今日解説するのはこのソフトバンクグループ本体ですね。一番大きな会社です。で、皆さん、ソフトバンクの携帯とか使われているのはこっちのソフトバンクの子会社なんですよね、携帯。ソフトバンクっていうのがあって、だとビジョンファンドっていうのですね、ファンドの運営をしてたりだとか、アームっていう半導体の設計の会社であったりとか、あとアメリカの携帯会社スプリントっていうのの会社であったりとか、そういうのを子会社に持っているので、今日はですね、このソフトバンクグループ本体です。で、その下にはですね、ネイバーと新設会社を作って、Z ホールディングスっていうのを作ってですね、があって、それが Yahoo とか LINE とか ZOZO とかを参加に行ってるっていうような感じになってます。なので、この構成がかなり複雑なので、どの話してるのかってちょっとややこしいんですけども、今日もこのソフトバンクグループ本体ですね、これをまず念頭に置いていってください。で、ここまでのソフトバンクグループの流れなんですけれども、大きな方向転換がですね、2017年にありました、ビジョンファンド設立するって言って、もうこれからはもう AI の時代だと、もう AI に投資するんだって言ってですね、ソフトバンクビジョンファンドを作りました。で、そこで、もう投資会社になりますって言ってですね、もうここで一気に投資会社になりました。ソフトバンクグループとしてはですね。携帯とかは子会社なので別会社っていう形になっていて、携帯ではなくても投資会社になりましたと。で、そこから、ソフトバンク携帯がですね、2018年に上場したりだとか、そこで資金調達してですね、でさらに、2019年には WeWork 問題っていうものがあって、シェアオフィスのですね、WeWork はAI の会社ですごいここから伸びるんだって言って、ソフトバンクがバンバンお金投資して、で、それで上場してですね、普通の投資家に、株を売って、利益を売りに行けようとしてたところが、実際はもうゴミ会社って言っちゃあれですけども、破綻する、もう大赤字のですね、大したことない会社だっていうのはですね、上場の前に、発覚してですね、上場することができなかったっていう問題が、2019年の夏頃ですね、発生しました。で、それをきっかけに、WeWork 問題ってあってですね、5兆円の価値があるって言ってたものが、実際は蓋開けてみるともう今、潰れかけてるみたいな、そんな状態になってるっていう、もうたったね、10ヶ月ぐらい前の話なんですけども、そういうのがありましたと。で、そう言って投資したものがですね、ゴミだったとかあったりとかしたので、2019年の11月にはですね、3ヶ月間で7000億円もの赤字、ビジョンファンドとか合わせると1兆円近くですね、赤字を叩き出したっていうものになってます。で、今回、2020年の4月ですね、1.3 兆円の営業損失を発表しましたっていうので、今回、ここの内容ですね、発表します。なので、これまでの経緯としては、投資しますよって言ってソフトバンクとか、ビジョンファンドとかですね、投資して、ちょっと失敗して、今はですね、少し、下り坂っていう状況です。こちらがソフトバンクグループのですね、株価なんですけれども、WeWork 問題発覚してからですね、株価一回下がって、また上がって、一気にコロナで下がって、自社株買いで上げたみたいな、そういうですね、結構乱高下しているチャートになってます。でかなりドルの状態で、株価暴落でですね、これも後で説明しますけども、孫さんが、ソフトバンクの株を担保にですね、借金してたりとかして、それは一時危ない状態になったりとかですね、あとは、WeWork の元、CEO ですね、から、訴えられたりとかですね、結構、アダム・ニューマンから訴えられたりとか、あと今回ね、何も触れられてないんですけど、アリババのですね、社外取締役だったジャック・マーさんがですね、社外取締役を退任されたっていうところがあったりとかしました。これね、何も決算書では触れられてなかったですね。じゃあ、本ちゃんですね、ソフトバンクグループの決算どうなのっていうところで、大体決算の初めに孫さんがね、その年の一番の出すんですけども、今回いきなりですね、世界恐慌、1929年世界恐慌から始まりました。暗い雰囲気ですよね。なので、どうしたんだろうと思ってたんと思って、ちょっとびっくりしたんですけども、で世界恐慌の時の株価がですね、2029年
1929年で、10分の1になりましたよって言ってました。もう381ドルからダウ平均ですね、41ドルまで、10分の1になりました。3年間かけて10分の1になったと。で、それが株価どう回復したかっていうと、25年かけて回復しました。これ前々回ぐらいのですね、前の動画でも日経平均の話とかでも僕これ出してたんですけど、なんか同じようなことを孫さんも言ってて、ちょっとびっくりしたんですけども、25年かけてですね、回復しましたということで、下がり始めてからですね、今がここだとすると、仮にですよ、世界恐慌ぐらいですと25年ですね、暗黒の時代が来た。そうならないかっていうところを気にされているようでした。で、2010年新型コロナがあって、そういう、未曾有の事態になっているっていうのをおっしゃってましたね。で、ウイルスの感染ですね、感染者数がどんどん爆増しますよってことで、453万人世界で感染されていると。で、旅行に対してはもう91%減で、旅行業界はもう大打撃を受けましたっていうふうに言ってます。で、自動車にも、大打撃が受けていて、3月、40%、30%、57%とかですね、かなり大きく、自動車の台数がですね、3月、下がっているよっていうのも言ってます。これソフトバンクの決算なんですけど、なんかこういうの最初に持ってきてるんですよね。で、レストランも、80% 減っていう風になっていて、で、全世界のですね、労働人口の 81%、27億円に、営業が出ますよっていう風に改正されました。もうまさに未曾有の危機ですっていう風に言ってて、で、ソフトバンクの決算はこういう状態なので、ちょっと、許してねっていうノリなのかわからないですけど、ちょっと厳しい状態ですよってことをちょっと言いたかったようですね。ちょっとこの意図がね、なんか、いつもとね、孫さん違う、なんか暗い感じでね、リモートで遠隔で記者会見も、会場には記者がいないような状態でやってたんですけども、ちょっとなんかいつも違うなっていう雰囲気を感じましたね。で、じゃあソフトバンクの決算どうなのかっていうところなんですけども、こちらはですね、連結の業績になってまして、で、売上は微増ですね。ちょっと900億ぐらいちょっと売上上がってますと。で、一番やっぱ重要なのは営業利益ですね。営業利益に関しては、これとんでもないですね。前期2兆円の利益だったんですよね。ビジョンファンド最高だ、ウェーって言ってたんですけども、それが今までビジョンファンドで1兆円とかって利益上げてたのが、マイナス1兆とかなったんで、もう全部吹っ飛びましたよってことですね。1.3 兆円のマイナスになっちゃいましたと。なのでこれ別にお金が出ていたっていうかビジョンファンド株を買った株が上がったから、こう利益が出ましたよ。で、今度買った株が下がったから損失出ましたよっていうことなんですよね。なのでちょっと、この赤字の意味は、気をつけておいた方がいいと。お金が出ていくわけじゃなくて、買った株が値上がりした後が値下がりしたよ。そういうですね、赤字になっていると。ちょっと普通の投資会社なので少し違うんですよね。で、営業利益の内訳なんですけれども、前期は2兆円でしたよと言って、ビジョンファンドがね、1兆2000億利益出してて、そんな株価が上がったってことですね。1年間で1兆2000億株価上がってましたよってことで、ウェーって言ってたものが、今期どうなったかっていうと、約もう 1.9 兆円、2兆円ぐらいマイナスに転じたってことですよね。だから今までのですね、含み益を全部吐き出したっていうような状態になってます。これ後で解説しますけれども。なので、これがですね、大きくもうね、前期から比べると3兆円も減ってるようなもんですね、利益が。今まで、コツコツ積み立ててきたのが、吹っ飛んだ利益が、そういう状態ですね。で、この濃い緑のところはソフトバンクの、利益で、これ何かっていうと、携帯ですね。携帯は利益出てて1兆円近く利益出てますよって言って、携帯は順調です、すごく。なので、携帯のこの利益はですね、ほとんど配当としてソフトバンク出してるんで、大株主はソフトバンクグループなので、そこが配当としてかなりもらってるってことですね。で、その他は若干マイナスが拡大してるんですけども、本当ね、ここ、ビジョンファンドがほぼ吹っ飛んでるっていうのはすげえでかいですね。で、当期純利益に関してはマイナス1兆円ぐらいになってますってことですね。ちょっとなんかいろいろアリババの株を売った売却益みたいなのがちょっと載ってたりとかしました。で、ビジョンファンドのですね、これ、88社ありますと。これが、利益どうだったかっていうと、価値が増えたのが、この、今までの累計投資結果なので、今までのですね、結果になってるんですけども、1.4 兆円プラスになった会社と、プラスになった会社は 1.4 兆円ですね、トータルで。
で、マイナスになったのは 1.5 兆円分の会社が47社は、価値が減って、価値が増えたのは26社ですよって言ってて、でその内訳は1.4 兆プラスと 1.5 兆マイナスなので、差し引き1000億円ですね、マイナスになりましたってことで、これね、前期までプラスだったんですけども、今回のコロナの影響で、今まで累計、今までその2017年から運用、3年間ぐらい運用してきて、バーンってやって、ソフトバンクビジョンファンド最高だ、ファンド2やるぞって言って、ウハウハ AI 最高って言ってたんですけども、コロナで全てひっくり返って元に戻ったところからちょっとマイナスに転じてしまったところですね。これイメージすると2017年に株をですね、1000万円分買ったとして、で、それで、利益出てウェイって言ってたものが、1000万から2000万になって、また1000万に戻った。そういうようなイメージに近いと思いますね。株の価値が減ってしまったよってことですね。で、今までの、どれぐらいじゃあ投資したのかっていうと、8.8 兆円ですね。8.8 兆円突っ込んで、今マイナス1000億なので、大体、赤字の額としてはまだまだ小さいでしょうと、こんだけ運用してこれぐらいなら、大きな失敗ってわけではないんじゃないのっていうような、ニュアンスをですね、説明会でされてました。でもこれがね、もっともっと膨らんでいくと、どんどん赤字が拡大していくっていう可能性があるので、そこはですね、非常に注意が必要かなと思ってます。まださらにですね、株価が下がれば、こういうもっと、3月末の時点よりも下がっていけば、損失はどんどん膨らんでいくっていうような、イメージがあります。で、このじゃあ、内訳どういうふうに誰が買ってんのっていう、このビジョンファンドって 8.8 兆円をですね、全部ソフトバンクグループが出してるわけではないので、内訳も出てるんですけれども、ソフトバンクグループはですね、そのうち 8.8 兆円、10.7 兆円ですね、10.7 兆円のうちのその 3.1 兆円ですね、部分をソフトバンクグループが出資していると。あと、他の会社がですね、あと他の LP っていうところで、4.4 兆円と 6.4 兆円っていう風になってて、こっちは7% をですね、定額に配分するっていう契約になってるみたいなので、赤字でも 7% 保証するよっていう契約になってると。なので、ここはどんどんマイナスになっていくと、ファンド全体としては利益出てないのに 7% 配んなきゃいけないので、どんどんこの原資が減っていってしまうので、そこはですね、プラスにならなきゃいけないっていうね、結構ね、7% 運用で結構辛いので、今結構苦しい状態になりかけてんじゃないかなっていう印象はありますね。で、これが、ファンド全体のですね、運用で、IRR が優先出資、これは 7% 保証しますよってことで、IRR7% で、普通出資、ソフトバンクとかマイナス 7% ですよって言って、トータルで、合わせるとマイナス 1% ぐらいですよってみたいに言ってます。多分この日が違うからだと思うんですけれども、こういうのが出てる。むちゃくちゃ細かいだともう全部読み切れないんですけれども、ざっくりこういうらしいです。なので、ビジョンファンドとしては、とりあえずトントンぐらいまで行ってしまったってところで、さらに 7% は出さなきゃいけないんで、他が 7% 割り食ってるみたいなね、そういう印象ですね。で、もう一個懸念があって、ビジョンファンドの他に、スプリントっていうね、アメリカの携帯会社が、結構赤字を叩き出していて、それが足を引っ張ってたんですけども、それはね、良いニュースとしては、合併がですね、独禁法とかすべてクリアして、合併が、承認されました。で、T モバイルっていうところと、スプリントがですね、合併しましたと。なので、今まで、4番手だったスプリント、単体でやると戦えなかったので、T モバイルとですね、合併しましたってことで、新 T モバイルになって、時価総額が13兆までいってると。で、ソフトバンクは 24% 持ってるんで、今までは、過半数持ってたから連結として組み込まなきゃいけなかったんですけども、連結対象から外れたので、ただ単に株主っていう形を取ってるような感じですね。なので、これが、さらに株価がですね、どんどん上がっていけば、ここがまた増えるよっていう風なところが、言ってました。で、あともう一社、ARM っていうのがですね、これあんまり知らないかもしれないですけど、ARM ってスマートフォンとかの、CPU、頭の部分の設計の、回路図を売ってるようなところの会社ですね。そこは ARM をですね、ソフトバンクが 3.3 兆円とかでですね、5年前ぐらいかな、買収して、かなりですね、高い買い物をしたっていうふうに言われたりしてたんですけども、そちらに関しては、ARM のチップ、どういうビジネスモデルかっていうと、ARM のビジネスモデルは、その設計の回路を売って、で、その回路を使われた、CPU がですね、チップがこう出荷されるごとに、ライセンスでお金が入るみたいな風になってるんで、なので、iPhone とかね、今スマートフォン、Android とか使ってる方は、ほとんど、ARM のですね、チップ、ARM の設計のチップが入ってるんで、ほぼ90何%ぐらいですね、ARM の、チップがメインで使われていると。一番、
頭脳の心臓部分ですね、なってる。まあ、それは、出荷額は伸びてる、急増してますよってことで、まあ、どんどんですね、二次関数的にものすごい勢いで成長してるんで大丈夫ですっていうふうに言ってましたと。なので、まあ、まだまだ伸びるでしょうね。ただまあ、スマートフォンがですね、今期、売り上げが下がったりすると、ちょっと出荷の数は減るんじゃないかなって気もしてます。iPhone とかが減ればそのまま減るので。まあ、それにしてもね、すごいですよね。1660億台なので、もうとんでもない数のチップが出荷されてる。もう桁が違いますよね。1000億台ですからね。人口が50億人とかだとするとね、それの100倍じゃないな、20倍ぐらいは、200倍かぐらいいってるってことなので、まあ、20倍ぐらいになってるってことは、ね、すごい、数ですよね。で、まあ、利益に関しては、ARM はですね、まあ、3兆円出した割には売上の数とはもう利益も全然出てないですけど、まあ、先行投資して、さらにチップスがどんどん増えていくと、企業価値がどんどん上がっていくよって見通しで、まあ、50年後ぐらいを見据えて投資してるんで、すぐには利益出ないよって言ってますね。で、さらに、まあ、スマートフォンの、ARM ってメインだったんですけども、どんどんサーバーとかもね、どんどんその、低消費電力、ARM の強さって、その、低消費電力がむちゃくちゃ強くて、消費電力を抑えたいっていうのがあって、モバイルにずっと使われてたんですけども、まあ、サーバーとかもね、どんどんサーバーセンターみたいなのがどんどんクラウド側にこう行くんで、クラウド側の電源もやっぱね、まあ、インテルとかまあ昔今も使われてるんですけども、それだとやっぱ消費電力高いんで、まあ、Amazon のね、Amazon AWS っていうサービス、まあ、世界的なサーバーとかも、ARM に置き換わっていますよっていうふうに言ってましたね。まあ、処理速度上がって、コストが削減されて電力構成もいいっていうところで、まあ、多分サーバーの台数ってそんなに多くないので、まあ、台数はそんな出ないのでですね、どこまで利益に貢献するのかっていうのはちょっと謎ですね。スマートフォンとかに比べるとね、サーバーの台数って、まあ、多分少ないと思うんで、ちょっとその辺が、ちょっとわかんないなと思いました。で、いいことばっか言ってたんですけども、売上に関しては、ARM の売上2000億からですね、まあ、2020億から2060億なので、チップの台数むっちゃ増えたよって言ってるんですけども、ぶっちゃけ売上あんま変わってないですよね。だから売上は飽和してるんで、これ大丈夫かいなっていうところはちょっと気になってますね。結局出荷台数増えたところで売上が変わらなかったら、あんまり意味がないので、それはどうなんだろうなっていうところがちょっと気になりました。いいとこばっかりないよっていう。で、まあ、じゃあソフトバンクのですね、今の企業価値、どれぐらいなんだってね、孫さんが常に一番重要視してるやつなんですけれども、1ページだけ出すとしたら、まあ、これを見てくださいっていうふうに言ってましたね。まあ、常にこれをね、ソフトバンクは気にして、これを高めることをソフトバンクとしてやってますよっていうのを常に言ってるんですけども、まあ、何かっていうと、まあ、持ってる保有株式ですね、持ってる株の価値が、今28.5兆円ありますよって言ってますね。これが5月18日時点ですね。で、まあ、去年の年末時点だと29兆円だったんで、まあちょっとね、持ってる株の価値は5000億円ぐらい下がっちゃったよっていうふうに言ってます。で、株の価値はこんだけあって、じゃあ、負債はどれぐらいあるんだ、借金どれぐらいあるのっていうところはですね、6.8 兆円借金がありますと。なので、まあ差し引き、借金をもうその持ってる株のやつをですね、その有利子負債、純有利子負債の借金の純借金額ですね、引くと、21.6 兆円になるんで、まあ一応21.6 兆円ぐらいの価値がですね、ソフトバンクグループは持ってるんだ。まあ常にですね、孫さんは言ってると。ただまあ、市場はそれを受け入れなくて、株価はですね、時価総額は今9兆円ぐらいなので、まあ半分以下になってるっていうようなイメージになってます。1年前、去年の年末に比べると、借金がですね、6兆円から6.8 兆円になるので、8000億ぐらい増えてるんですよね。増えた借金は、自社株買いを買ったりだとか、ビジョンファンドで投資したりとか、資金調達のコストとかが、8000億円ぐらいですね、なってますということで、ここの、企業価値、株主価値って言ってるものは、1.4 兆円ですね、年末から下がってますと。で、それの内訳は、株価が5000億下がって、大体借金が8000億ぐらい増えて、足して大体 1.4 億ぐらいです。1.4 兆ぐらいですね。それぐらい下がってしまったよっていうふうに言ってましたね。これが一番重要視している、ソフトバンクが重要視している、価値です。これがね、どうまで正しいのっていうのはあるんですけれども、アリババの株とかね、上場しているソフトバンクの株とか、T モバイルの株、この辺まではね、多分ある程度正しいと思うんで、あとね、売った時に税金かかるとかね、細かい話はいろいろあるんですけども、ソフトバンクはそういうふうにですね、常に、ずっと主張してきていると。あとアリババからですね、アリババの株を活用した調達って言ってて、1.25、1兆2500億円ですね。資金調達をアリババの株を使って調達しますよって言ってますね。で、先渡し契約、これ、株を、いつ
将来的に売ってこんだけのお金頂戴しますよって契約とか、あとオプションデリバティブなのちょっと詳しくはわかんないですけど、フロア契約とかカラー契約とかですね。そういうので合わせて 1.25 兆円やりますよっていう風に言ってました。ちょっとこの辺はね、難しくてよくわからないですけれどもなんかうまいことやって資金調達しますよっていうことだと思います。ちょっとね、調べきれなかったですね。ちょっと時間がなくて。で、準有利子負債ですね。負債に対して、株持ってる資産のですね、株の価値に対する負債の割合は、14% ぐらいなので、まだまだですね、大丈夫ですっていうふうにアピールはされてましたね。マックス 25% とか、緊急事態で 35% ぐらいで、投資会社としてやりますよって言ってたんですけれども、まだまだですね、14% なので安全ですって言ってました。なので、こういう未曾有の事態ではあるけど、ソフトバンクグループは大丈夫ですよっていうメッセージを、伝えられてましたね。で、配当なんですけれども、配当金は、今期としては44円になってるんですけども、来期は不透明なので未定で出しますって言ってましたね。なので0円の可能性もあるし、配当なくなる可能性もあるし、うまくいけば44円になるかもしれない。それはないっていうふうには言ってたんですけども、なので0円から44円の間で、配当が出るっていうふうに、考えてもらえばいいっていうふうにおっしゃってました。まだわからないって言ってましたね。で、今の、状況は、ソフトバンクビジョンファンドのベンチャー企業っていうのはですね、ユニコーンって言われたりとかするんですよね。ユニコーン企業って、上場してないけど、むちゃくちゃ企業価値が1000億だったかな、超えたぐらいの会社をユニコーン企業っていうんで、そういうユニコーンがですね、なんか順調に上り坂でですね、どんどん上り調子で行ってたところに、コロナのためにですね、ユニコーンが落ちてしまったっていうふうに、言ってました。これはソフトバンクの決算のですね、資料なんですけど、なんだこのイラストはと思ってちょっとびっくりしたんですけど、こういうの出してて、順調にね、登ってたけど、谷に落ちてしまったよって言って、その谷から、本当にね、ユニコーンに翼書いてね、ペガサスみたいなのが飛んでいくのも何社かあるから、それ乗り越えて、大きな会社が育っていくっていうふうに、信じてるって言ってました。なので、今回のやつで、88社だったかな、ソフトバンクビジョンファンドって、15社ぐらいは潰れるっていう風に予想してて、で、15社ぐらいはバーンと跳ね上がってですね、空飛んでいくって言いましたね。で、残りの60社ぐらいはトントンぐらいかな、みたいな方を、言ってました。で、跳ね上がった会社がむちゃくちゃですね、アリババみたいに、企業価値を持ってくれるんじゃないか。そういう風に言ってましたと。っていうところで、決算の内容はですね、こんな感じで今期どうなるのとかっていうのは全然なくって、とりあえずこのコロナの影響で株価下がって大赤字ビジョンファンドを叩き出しましたっていうぐらいの内容しかなかったので、ってところでですね、今後どうなのっていうのをね、ちょっと考えてみました。で、今の状況としては、本当ね、整理すると、携帯電話は好調なんですよね。もう絶好調で売り上げも上がってるし、利益もですね、上がってるってことで、携帯は絶好調で、で、スプリントに関してはもう本当にお荷物だったんですけれども、T モバイルと合併して、かなりですね、これからシナジーを生んでいくって言って、あとソフトバンクの手をですね、離れたっていうところで、連結対象から外れたんで、重荷がですね、少し軽くなったってことですね。さらに、アームに関しては、売上がですね、低迷してるんで、チップの出荷増えてるけど、売上低迷してるんで、本当大丈夫かなっていうところはあったりします。ちょっと赤字になったりとかしてるんで、心配であると。で、一番の懸念はやっぱビジョンファンドで、もう株価が下落してですね、不調ですってことで、ここからね、戻せばいいんですけども、戻さなかったら、さらなる赤字でですね、損失、含み損になっていく状態になってしまうと。今まで、この、2017年からですね、何兆円もの利益を出してきたものが、たったですね、半年ぐらいで全部吹っ飛んだと。で、今期に至ってはマイナス2兆円ぐらいになってしまったってことなので、それがどこまで下がるか、ここからね、反発、今株価、結構ウーバーとかも株価上がってきたりとかしてるんで、戻ってくればいいんですけども、その辺がですね、かなり大きくですね、ビジョンファンドに依存してしまっていると。なので、これが大丈夫かどうかっていうところから次のですね、懸念になると。で、それは見通しに関してはまだ全然わからないので、ちょっともうようわからんなっていうところではあります。で、決算でやっぱ上記の解説のみだったので、今後の見通しとかは、一切ですね、決算説明資料の中では出てこなかったので、ちょっと決算単身はね、100ページぐらいあって読み切れてないんですけれども、ちょっとですね、っていうところですね。孫さんもちょっと元気がなかったので、いつものね、ところではないなっていう感じでしたね。ただ今までのIT バブルの時は、もうなんか指2本ぐらいで崖から捕まってて、リーマンショックの時はなんか腕1本で捕まってたぐらいから考えると、今回は崖を上から見るぐらいの余裕はあるって言ってましたね。株が持ってるから、それぐらいのギリギリではないよっていうふうにね、その時の IT バブルとかの方がよっぽど辛かったっていう方におっしゃってましたね。だとソフトバンクビジョンファンド2っていうのをやるぞって言ってたけども、これは
お金が集まらなくて、自社だけでやるっていうふうにおっしゃってましたね。これはうまくいってないっていうふうにおっしゃってました。で、積極的には投資せずに、いいものだけ見極めてやりますよっていう方針を言ってましたね。なので、この辺ですね、ソフトバンクが投資会社になって、初めてですね、大きな危機に直面してるっていうような状態で、ここから、株をですね、買った株が上がるかどうか、投資会社なので、その大きなポイントになるかなっていうところです。で、あとこれもね、前回出したんですけど、孫さんがやっぱどんどん孤立していってるんですよね。なので、優秀なその経営者たちはみんな離れていってるんで、ちょっと心配はずっとしてますね。2016年にはもうニケシュ・アローラってね、Google の、どっかの、どこだったかな、どっかの責任者をやっていた、インドの方なんですけれども、後継者だって言って育てたけれども、1年後ぐらいでね、ニケシュ・アローラさん退任してしまったと。もう後継者だまで言ってね、次期社長だまで言ってたんですけれども、ちょっと方針が合わずにですね、退任されてしまったと。で、2017年には、日本電産ってね、むちゃくちゃ大きな企業、あるんですけれども、そこのですね、長森さんが退任されてしまったと。社外取締役を辞めてしまって、で、これ記憶に新しいんですけども、去年は、ユニクロのですね、柳井社長が、退任された、社外取締役を退任されたということで、みんなですね、歴戦の猛者たちがですね、孫さんから離れつつあるっていうところがちょっと心配ですよって言ってたんですけども、今度やっぱ2019年はもうアリババのですね、CEO の、ジャック・マーさんが、退任っていうことで、それが今日発表されてですね、理由もちょっとね、何も触れられてなくって、もともと、アリババのですね、会長職を、去年辞められたりとかしていて、もうすでに教育の方をやりたいよって言ってたので、もともと辞める予定だったのかも、もうこの3人とかとはちょっと違くてですね、違うかもしれないんですけども、ソフトバンクが家にあったとかね、なんか仲違いしたとか、そういうことではね、みんな表向きはね、別に仲違いしたって言ってるわけじゃないですけども、事実としてはみんな離れていってるってね、ただジャックマンさんは先にアリババをもう、すでに完全に会長辞めたんで、むしろソフトバンクも、自然の流れなのかなっていう風な感じはちょっとありますが、でもどんどんですね、ソフトバンクが投資会社、2017年ぐらいからですね、ビジョンファンド立ち上げて、投資会社やるよって言い始めてから、みんな名だたる経営者がですね、離れていき始めてるんで、ちょっと心配だなっていう。で、今回のね、社外取締役とか増えてましたけども、大学教授とかもまた増えたりとかしてるんで、あんまり口は出せないと思うんでですね、どんどん周りをイエスマンで固めたりしてるんじゃないかみたいなのは、ちょっとね、傍から見てるとちょっと、僕は心配してることではないと思うんですけども、ちょっとこれは心配だなって気がしますね。あとこれもですね、孫さん自身の借金で前動画で解説してたんですけども、株を担保にね、借金されてるんですよね。で、それがね、記者会見のインタビューですね、外国の方がですね、ハフポストだったら、どこかちょっと忘れちゃったんですけども、質問されてましたね。で、そこでですね、今2兆数千億円ぐらいの、資産があって、5000億ぐらいの借金していると言ってましたね。孫さん自身が。5000億ぐらい今借金があると。でも2000億ぐらい、2兆か、2兆あるんで、大丈夫でしょうって言ってたんですね。でもこの、3ヶ月ぐらいで株価倍ぐらいになってるんで、なので2月、3月ぐらいの時点だと、1兆円ぐらいのところで5000億の借金だったので、結構やばいところまで来てたのかなって気はしてましたね。大丈夫でしょうと言ってたんですか。で、これも前の動画で解説したんですけども、ソフトバンクの株はバンバン下がっていって、株を担保に借金してたんで、株が下がることによって、担保追加、この辺で担保、孫さんがね、担保追加して、で、この辺でもね、担保追加して、なので、5000億の借金をするための担保が、株を担保に借りてたんですけど、株価下がるから、担保余力がなくって、もっと担保入れろっていう風に言われて、こういう担保追加で入れたんですよ、この辺の3月半ばぐらいに。これは大量保有報告書って見るとですね、孫さんが担保どこの銀行に追加したっていうのは全部出てるんですけども、そういうのわかると。で、これ以上下がるとやばいよと思ったのか、ここで 4.5 兆円の自社買いをしましたみたいなこと言ってるんで、これはね、コンプライアンス上どうなんだみたいな、自分が苦しいから4.5 兆円で株、アリババとかの株を売って、自社株買いと借金返しますよみたいなことを言ってるんじゃないかみたいなのはちょっと疑ってましたね。で、自社株買いで一番得するのは、孫さんですよっていうのをね、この動画、詳細欄貼っとくのでよかったら見てみてください。あと、よく聞かれるので、ソフトバンクね、潰れるのかどうかって話をよくされるんですけども、すぐ潰れるとはね、僕は思ってなくって、なんでかっていうと、借金は 6.8 兆円あるんですよね。純借金みたいなね。ただ、持ってる株が 28.5 兆円株がありますよ、と。仮に、アリババの株だけでも全部アリババね、売れたとしたら10兆円とか、14兆とかで14兆で売る
とは無理なんで、税金かかったりとかするから、まあ、仮に10兆円とかで売れたとしても、まあ、無借金状態には戻れるんですよね。っていうことを考えると、株を売ればですね、大丈夫なので、すぐこう破綻するとかどうってことはないなっていうふうには考えてます。だからこういったところのソフトバンクビジョンファンドの持ち株のところがどんどん減っていったりとかして赤字っていうふうに決算書は1兆円とか赤字って出ちゃうんですけれども、まあでもこの株価はですね、まあこれが正しいかどうかっていうのはあるんですけども、すでに上場して売れる株とかを売れば、この借金はなくなるから、で、お金がね、こう支払いが滞ると、破産っていうふうになるんですけども、まあそれはね、今んところないかなっていうふうには、考えてますね。で、よく聞かれるんですけれども、ソフトバンクの携帯は大丈夫なのとか言われたりとかするんですけども、これまず全然別会社なので、今のところは問題ないと思ってますし、まあ、ヤフのソフトバンクも全然関係ないので、これも多分大丈夫で、ペイペイは大丈夫とか、俺も全然ね、こっちはヤフーとかね、関係なくって、ソフトバンクは社債についても、まあ、社債の価格はね、下落して、利回りは上がってるんですけども、すぐ支払えなくなるっていうようなことは今んとこね、持ってる株とか売り払えばまあ大丈夫かなっていうところなので、この辺は僕はまあ大丈夫かなっていうふうに考えてます。これはあくまで100% 大丈夫と保証するわけないんですけども、僕は大丈夫だと思ってるっていうことなので、あくまで自己責任で、お願いします。だからって買えばいいとか、そういうのを進めることも一切なくって、すぐ破綻はしないですよ以上のことはちょっと言ってないんで、気をつけてみてください。ということで、ここまでですね、いろいろ解説して、もしですね、株式投資に興味ある人は再生リストのですね、株式投資の基礎を見てみてください。あと、まあ、証券会社でね、株やってみたいなって人は、さらにね、おすすめの証券会社、紹介しておくんで、よかったら見てみてください。あと、お金の勉強もですね、再生リスト作ってるんで、よかったら見てみてください。ということで、まあ、今後のですね、注目点まとめなんですけれども、まあ、本当ね、まとめとしてはもうビジョンファンドが大赤字2兆円ぐらい叩き出したよってことで、まあ、見た目としては 1.3 兆円ぐらいですね、損失になってると、まあ、ソフトバンクの携帯の利益を全部ビジョンファンドで食っちゃって、赤字に転落してますと。まあ、ただ、まあ、それがですね、まあ、もともと1年、何年もかけて積み上げてきたものが、まあ、含み益がなくなったよってレベルなので、まあ、すぐどうこうやばいよってレベルではないかなと思ってます。で、まあ、孫さんはもう本当にいきなり世界恐慌から始まったんで、今回のやつも世界恐慌ぐらいになるかもなっていうふうに、最悪の事態を想定しているかもなっていうのはちょっと、これ推測なんですけども、思いました。で、大丈夫ね、いきなり決算書のね、決算説明会の1ページ目から世界恐慌みたいなの出さないですよね。で、まあ、ジャック・マー退任っていうのね、これもまあ大きなターニングポイントは、まあ、アリババとずっと一緒にやってきたんですけど、まあ、離れていってしまったと。で、今期の業績はまあ不透明で、まあ、ビジョンファンドのですね、まあ、肝となるのはやっぱビジョンファンドかなと思っていて、まあ、それがどれぐらいですね、業績回復するのか赤字なのかっていうところで、まあ、株価大きくですね、むちゃくちゃ左右されそうかなっていう、感じています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしもしよかったらですね、高評価いただければ嬉しいです。またですね、このチャンネルでは経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってるんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、SNS とか友達とかにシェアしていただけると嬉しいです。また Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。あと、Instagram とですね、Facebook ページやってます。あと、LINE アットですね、不動産投資のチェックリストをプレゼント中ですので、ぜひ詳細欄から登録してみてください。それではありがとうございました。ウェイ。なんかおまけがね、ちょっと好評だったので、ちょっとおまけをやりたいなと思いますが、ブログをね、最近やってるんで、ブログよかったら詳細欄から見てみてください。あと、モフボッチってサブチャンネルもね、作ってるんで、よかったら見てみてください。ってことで、まあ、ソフトバンクに関しておまけなんですけれども、まあ、ソフトバンクはいつも注目されてて、まあ、みんな破産するか破綻するかみたいなこと言われてるんですが、僕としてはね、前から言ってるんですが、破綻はすぐしないとは思ってるんで、まあ、心配する必要はないかなと思ってます。ただ、まあ、本当にね、投資会社として、今まで2017、18、19ってフルアクセルで投資しまくってきて、それでね、人工知能だって言われていて、まあ、人工知能と名の付くものは全部何でもかんでも犬の散歩とか何でもかんでもやっちゃってるんで、まあ、それはね、なんかこう、株下がった時に買うのはやっぱ鉄則なので、上がった時にいきなりもうつぎ込んじゃってるんでですね、ちょっと心配だなって気はしますね。なので今回下がったところで本当にいい会社に投資するっていう戦略が取れないっていうのはちょっと若干、辛いとこかなと思ったりとかしてますね。なのでバフェットさんとかね、バークシャーハサウェイ、比べるのもどうかっていうのは思うんですけども、結構現金いっぱい持ってて、まだですね、今まだ投資先探してるっていう、厳選してるような状態なので、そうするとソフトバンクとはですね、結構、株売り払って、自己資金作って、で、それでまた、自社株買いしようとしてですね、で、それでまた、
っていうような状態に比べると、まあ今現金かなりですね、バークシャーハサウェイ持ってて、次の銘柄探してるのと比べると、まあ、やっぱバフェットさんもね、もう90近いんですかね、すげえなと思いますね。で、まあ、やっぱバフェットさんも、もう一人でやってるわけないですよ。バークシャーハサウェイっていうね、すげえでけえ会社で、もうすげえ取締役がむちゃくちゃいっぱいいて、まあみんなでですね、その投資基準にあって投資してるんで、なので、まあバフェットさんの時代終わったとかいう人もいるんですけど、僕は全然そのバフェットさん一人で全部決めてるとは全然思ってはなくって、みんなでやってる中で、バークシャーハサウェイずっと後継者育てつつですね、やってきてるのに比べて、まあ、どんどんですね、社外取締役離れていってしまって、まあ、それで孫さん一人だけ残った、あとまあ生え抜きのね、人たちはいますけれども、まあそういうのはちょっとですね、なんかこう、本当大丈夫かいなっていうね、もともとギャンブラーみたいな性格なので、孫さん自身が、電気とか読むとね、むちゃくちゃギャンブラーみたいなとこあるんで、まあその10兆円規模の会社ね、ギャンブラーみたいななんかこう、アクセル全開で踏んでったらどうなんだろうみたいなね、そういうところがちょっと面白い反面、怖い反面もあるんで、今後ね、どうなるのかっていうのは非常に楽しみではありますね。まあもちろんね、日本代表するこの会社を育て上げたすごい人だっていうのは間違いないところがあるので、今までの実績をですね、存分なく発揮して今後どうなるかっていうのはすごい注目は、している状態ですね。僕はすごい人だとずっと思ってはいます。まあ、これ言うとね、お前も孫さんを好きなのかみたいな、だから偉い人をなんかこう尊敬してるだけなのかみたいな言われるんですけども、間違いなくすごいですよ。ほとんどの人よりかすごい実績やってるんで、まあ自分としてはねすごいなと、まあ、自分にはできないようなことをねずっとやってる人なので尊敬はしてますね。ということで、はい、最後までありがとうございました。ウェイ、熱い。